この番組は荒木博彦先生原作のテレビアニメジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースのラジオです。パーソナリティは空城城太郎役の小野大輔、ゲストにジョセフ・ジョースター役の石塚雲翔さんを迎えてお届けしていきます。ストーリー1987年日本、ジョースター家の血を引く青年空城城太郎は悪霊に取りつかれていた。祖父ジョセフ・ジョースターは悪霊、すなわちスタンドが突如発現した原因が100年の眠りから目覚めた吸血鬼ディオとの因縁によるものだと明かす。城太郎はスタンドの悪影響によって倒れた母ホリーを救うため、全ての元気を利にして邪悪の化身であるディオを倒すべく、ジョセフ、アブドゥル、歌教員ポルナレフと共にディオのいるエジプトを目指す。ジャッジメントの暗示のスタンド使いを撃破し、エジプトへの旅は続く。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りするぞ。改めまして空城城太郎役の小野大輔です。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースのラジオ第6回だ。もう疲れるよねやっぱりねそんなわけでね、まずはですよ、本編の方のジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースアニメなんですけれども、ジャッジメントがついに倒されまして、そしておかえりアブドゥル。アブドゥル帰還を驚いた皆さんからのメールたくさんいただきましたので、早速読んでいきたいと思います。スタンド名ミスターセロフ。小野さんこんにちは。ジャッジメントその2見ました。お便りせずにはいられない。アブドゥルの久々の登場に狂いもだえました。喜びでっつ。とりあえず三宅さんのアブドゥルがかっこよすぎてしびれましたっつ。憧れましたっつすごいな。あまりにかっこいいので見ていてリアルに変な声が出ましたたぎってます。寝られそうにありません。夏休みの課題なんぞ月まで吹っ飛んでいってしまいそうです。いやありがとうございます。めっちゃ興奮してますね。続いてスタンド名楓。小野さんこんにちは。第22話見ました。アブドゥルが生きてた。もう嬉しくてたまらないです。三宅さん好きの私にとってアブドゥルの死は辛く悲しいものでしたので。いやしかし3期のアニメから徐々にハマった私はポルナレフと同じく騙されていたんですね。でも騙されててもいいです。アブドゥルが生きてたことが嬉しくて仕方ないので初めてメールさせていただきました。第1回から欠かさず聞かせていただいております。あと原作既読の友達がアブドゥルが生きていたことを黙ってくれていたことにも感謝です。これからもアニメで徐々追いかけていきます。ありがとうございます。アニメでずっと送ってくれてる方ですね。はい、そしてこちらラジオネームだがしかし。小野さんゲストの、石塚さん並びにスタッフの皆様はじめまして、お疲れ様です。石塚さんこの後登場しますよ。ジョジョビギナーですがアニメもラジオも毎回楽しみにさせていただいております。石塚さんがゲストと聞いて嬉しい。いろいろお伺いしたい。何から聞こうと考えていましたがアニメ22話を見て質問内容が全て頭から吹き飛びましただから今読んでんだね。アブドゥル生きとったんかい。原作をまだ読めていないので衝撃大でした。アブドゥルの父親がポルナレフの死期を鼓舞するため息子に変装しているのかとジョースターさんが真相を暴露するまで思っていました。ジョセフ黙ってるなんてひどい。でも大好きなるほどね。お父さんのところからアブドゥル役の三宅健ちゃんのテンションがだだ上がりで、もう第一声ほんと張りすぎでしたもん。あとね満面の笑みずーっとねニヤニヤしてました彼はもう大好きなんですね。あともう一つすいませんね、むしろさんちょっと待っててくださいね。スタンド名ハートシルバー。小野さんこんにちは。毎週のアニメそして各週のオラオラジオ欠かさず拝聴しております。21話が放送されてポルナレフの妹であるシェリーが登場しましたが、シェリー役の声優さんが小松優香さんでしたね。ポルナレフ役の小松さんと兄弟って同じ名字なわけですが、本当だ。大輔さんが3人揃う偶然といい。なるほどね、ラバート戦ですね。本当だ。もしかして3番アニメは、スタンド使い、いや
同性や同盟が惹かれ合う運命なんですか小松くんと小松さんだ。惹かれ合うってことはもしかして新しい雲尚さんが雲尚さんは一人だけだねきっとね世の中にねはい、そんなわけで今回のゲストお待たせしました、この方です。スタジオでのワシトケールだ。ジョセフ・ジョースタ役の石塚城でございます。消えな、お呼びじゃないぜ。言っちゃったあ、帰らないでください、帰らないでくださいこれ1話目の再現です。そうなの？はい、嘘です。今回のゲストは石塚雲尚さんでーす。どうもこんにちは。なんでこんなテンション高く最初からこう出なきゃいけないのかなと思うんです僕はどっちかというと静かな男なんですよね。すごい最初のナレーション、ものすごい張ってましたけども、ものすごい張りました張らなきゃいけないんじゃないかなっていうなんか使命感みたいなのこの番組があって、だからこれは普通でいいんですかと、はい、ディレクターの方に聞きました。はい、普通にナレーションとしてこう淡々とこう喋った方がいいんじゃないですかと言ったらいややっぱり役でしょってもう言われた時に心の中で本当になと思ってほんでそれでこれをやる時に、いきなりのテンション上がりで嫌だったな。これね、毎回アニメのアフレコする時もこんな感じでスタートするんですよ。ただあんなに晴れとは言ってないんですよ。いやキャラでとは言ってるけど、オーディションがあった時にですね、ディレクターの方にどうすれば受かるの俺って聞いたんだ。聞いたんですよ。なんかねテンション高いのがいいみたいですよってところなるほどね、じゃあとりあえず芝居置いといてテンション高くだけやっとくねって言ったら受かっちゃったから、受かっちゃったんだまずいぞでオーディション通りではあるんですね。じゃあそうなんだよね。だからそれで現場に行ったら、小野とか、ナレーションの大川とか、あと健太とかが、いやこの番組はもうすっごいテンションが高くてすっごいんですよとかってもううちゃうちゃ僕の周りが言うしね言ってる人がテンション高いですよ。高いのよ。ほんで一発目始まった時に海賊だか船員だかが3人出てきてそうでした。棺桶っていうかあれを出す時に、3人が余計なことにまたすっごいテンションで芝居やいいんだよお前たちは普通でと思ったんだけどすごいテンションそれをもう見た時にこれはテンション高くやるしかないのかなと思っちゃったんですよ。それがもうそもそもの間違いなんですよ。最初の船員ってうちの、松本君っていう、うちの、若手というか、いるんですよ。入ってたんですよ。で彼はその1部とか2部のあたりでも出てたんでテンションが分かってるんですね。出てたんだ。そういきなりじゃなかったんだ。ジョジョのテンションがこうだっていうのが分かってるから。嫌なやつが来たもんだねでもねこの現場は雲尚さんのテンションに上っていくっていうか雲尚さんがやってくれた熱量にみんながこう合わせていくっていう形でみんなが上がってったんですよ。で僕についてきてるわけ。そうですよ。そうじゃない。雲尚さんがあんなにやらなかったらみんなが煽ったから俺よかったや内輪かなんかでガーッと煽るもんだから俺はなんぼでもバーッと燃えてっただけの話でいやでも雲尚さんそもそもなんですけど、ジョジョってご存知でしたか？知りませんよ。知りませんよね。そうですよね。なんかこうすごくこう楽しいこう奇妙なね、そういうファンタジーな冒険が続いていくのかなと思って、そこで僕がまあ優しいおじさんかなんかの役でなんか途中で歌でもふっとこう歌うようなそんな感じでちょっとミュージカル調ミュージカル調のやつでちょっとまあ聞いてる人が見てる人が和むみたいなね、まあゴールデンな時間枠でやるんかなと思いましてね。全部真逆でしたね。題名だけをね見てきましたら、その原作を見た時なんじゃこりゃとそうなんだ。で私がやるそのジョセフ・ジョースターの役のあれを絵コンテ見たらうわかっこいいと思いました。ですよね。俺だって言っちゃっていいのかな。言ってください。ほらあれですよインディ
それですよね。あれがねやっぱすごい頭にあってかっこいいなとうん思ったんです。自分自身は気に入ったと思って。ああ私セリフ見たらですよね丈太郎にジジイとか言われたから何俺ジジイかよみたいな。藤尾さん待ってください。最初はおじいちゃんって呼んでます。だからその記憶がないぐらいもう近頃はジジイ言われる。それもなんか小野が気持ちよさそうにジジイ言ってるもんだからなんかね芝居なのかね私生活で気持ちをここでこうなんかこう出してんのがねどっちなんだろうなって。で違う番組に行った時も「おはようジジイ」とか言われたけどあれどうしたもんかなこいつはと思って。そうだったんですね。そのうちへこませてやんなきゃダメだなすいません本当でもあれ口をついて出ちゃったんですよ。本当に。でも本当あんまりねジジイっていうイメージじゃなくてないですね。かっこいいおじさんだなっていう感じで。そうなんですよ。なんかすごく精力的で、なんかギラギラしてる感じもするし、なんかアクティブじゃないですかすっごい。そうなんですよね。俺で実際入った時もよく喋りますよね。一番喋ってますね。ね多分なんか説明しますよね。それもテンション高く説明しますよね。もう一番すごい印象に残ってるのがちっちゃい「つ」のお話。あれも言われたんですよね。周りの人からも言われたし音響監督からも「つ」を大事にしろとかって毎回言いますもんねあれね。なんか極まった時にあれをそのまま言ったんですよ。言ったね。もうクソったれ野郎の体なのじゃーってそう言わないとまたね怒られるんじゃないかなと思っていやむしろさらにそのテンションを重ねていくっていう意味ではちっちゃい「つ」が3つ重なった時があったんですよ。そうディオがテレビで見てるシーンでつとかなんかボーンって爆発して見ているなっつってそれが熱ってなってアブドゥルと雲翔さんが雲翔さんじゃねえアブドゥルとジョセフさんがボーンってのけぞるところが表記がちっちゃい「つ」3つなんですよ。あったそれを俺はちゃんとやったんだ。まんまやったんです。ケンタはやんなかったけどでケンちゃんもやったらケンちゃんはアブドゥルはやんないでくださいってお願いだからアブドゥルはそこまでやんないでくださいって言われたんです。ってことはもうジョセフはもう許されていると。なんかもう一周してもうやりたかったらやってくださいっていうところまで行ったんじゃないですか。というかおかしいな。僕は嫌いなんだけどなテンション高いなその嫌いなんだけどなって言いながらやってるのがまたジョセフっぽいんですよ。いやでも本当オンエア見ると大きな声で喋ってるよね。僕ね本当にあんだけ大きな声で喋ってるのはほとんどないんで、オンエアでね大丈夫かなと思ってカンパけた時に第一発目に申し訳ないけどちょっと見せてくれないか、本当にできてるかどうかこうなんかもうただ怒鳴ってるだけでうるさいなと思われるだけの芝居してるんじゃないかなと思って本当に一発目カンパけたやつ見させてもらったの。そうあんまりそうですね僕らもオンエア見るまで分からなかったりしますもんね。確かに。そしたらね意外と面白かった自分でやって自分で言うの面白いおかしな話なんだけど結構面白いなと思ってそれでなんていうかなすごい真面目な話すると、俺にもこんなことができるんだなってね再確認しちゃったって60過ぎてね自分の芝居もねまた脱皮しちゃったなみたいなね。すごいですそれでも普通、守るっていうか大体自分のスタイルっていうのは守ろうとするんだけど、叫ぶっていうかその大きな声で表現するっていうのもなかなかいいなと思ってこのシリーズはオンエアをずっと欠かさず見ていや面白いなって嬉しいなんかすげえ。いやなかなかね自分のやつをねこんだけビデオに撮ってオンタイムはちょっと難しいんでね夜中ですもんでこんだけ欠かさず見たっていうのが僕初めてかもわかんない。いやだからオープニングの音楽からエンディングの音楽まで全部見て
完成度っていうのはいや面白いなと思ったんですよね。ジョジョその、この作品で初めて触れて、で先読みしてないわけですよね。そうですね、かっこよく言うと前を見たくないっていう不勉強なんですよ。いやでも俺このラジオでも話したんですけど、その先をまだ知らないでジョジョ楽しめるのってめっちゃ幸せなことだと思うんですよ。これってなるほどね。俺とかケンちゃんとか知っちゃってるから何が起こるか分かっちゃうわけですよ。でそれをうまくやらなきゃいけない、それをもっと原作超えなぐらいのテンションでいかなきゃいけないっていうプレッシャーとかもあるんですけど、むしろさん多分そういうのがなくて、そう台本もらったところでこの話なのこういう話なのかっていうのがあって、そうするとなんか自分の中で面白いなとか、こんなスタンド使いかとかこれをやっつけるにはどうすればいいのかなって自分で考えるわけじゃない。だいたい前後編じゃない、前編があって、でもまあ大体が窮地に陥るわけじゃない。絶対陥りますね。で後半の半ば頃から実はこうすればこいつのスタンドは破れるみたいなことができるわけじゃない、それって僕全然知らないから、で後編の本読んだら、なるほどねこういうやり方があったのかって思わずほーっと言いながら本を読んでくっていう感じで、だからこう最高の楽しみ方ですよ。楽しいっていうか本が楽しいからなおさら楽しいのかもわかんないですけど、やばい、やっぱ初めてどんどんハマってますね。いやハマってるっていうかハマってんだねこういうのですよ。もう認めてくださいよ。もうすでにもう、収録的にはね、だいぶ来たんで、これからどうなんだろうなっていうのも、あえて読まない。でもそれが絶対いいと思う。まあでもそうで石塚さんにいっぱいメール来てるんですよね。これ読みましょうよ。スタンド名ウルトラバイオレット。いつも素敵なお話ワクワクしながら聞かせていただいております。今回ジョセフ役の石塚雲翔さんがゲストにいらっしゃるということで、いても立ってもいられずメールを送らせていただきました。私がジョジョにハマったきっかけは今思い返すとジョセフという存在だと思います。初めてジョジョという作品に触れたのは昨年放送されていた1部2部のアニメでした。中でも2部の主人公ジョセフの破門の力のみならず頭脳戦で奮闘する様子、運までも味方に引き寄せるほどの覚悟、ジョナサンとは違った戦い方にとても魅力を感じておりました。アニメ2部最終は突然年老いたジョセフが出てきて目が点になったのを今でも覚えております。2部の最後に出てたんです。杉田がやってたやつだ。そうです。でジョセフはこのよく見るムキムキ学ランの人のおじいちゃんだったんだとなるほどね。ジョータロその時初めて知りました。なるほど。そう、まさか3部に年を重ねたジョセフが登場するなんてその時は知りもしなかったのです。その上若者ばりの戦いを強いられるとも、3部なのにおじいちゃんになっているのになんでまだジョセフは戦っているんだスタンドは使えるのか、波紋はと胸に巨来するのは疑問符ばかり。今では毎週のアニメを何度も見、仕事の合間を縫って書店に立ち寄り少しずつ原作を集めています。まだまだジョジョビギナーな私ですが、ジョジョの魅力は部によってガラッと変われどもその中でも変わらない普遍的なものがたくさん散りばめられている点だと思います。受け継ぎ伝えていく存在が部を超えて登場するキャラクターだと思っております。経験と誇り高い知と熱い思いを継承し2部と3部をつなぐジョセフ・ジョースターという存在に魅力を感じてなりませんと。なるほどね。それはびっくりするでしょ。あんな若いジョセフがあんなね、じちゃんっていうかおんちゃんになっちゃったんだもんね。杉田君から雲翔さんへっていうこの継承されたわけじゃないですか。杉田君となんかお話とかされましたか？いや全然なんかイベントをやってたらしくて、一言なんか言ってくださいって言うから、お前も大人になったらこんなになっちゃうからね覚悟しろよって言ったら覚悟しろよって言ったのになんか喜んじゃって僕もそんな立派な大人になりますみたいなことを書いて、何を勘違いしてんのかなと思ってこんなろくでもない大人になるんだぞって俺は言いたかったのにね声も似てんだよね杉田。そうなんですよね。似てるっていうか最近僕の真似するらしくてね。してますよ。結構うまいらしいんだよねうまいらしいっていうかうまいんだよなあいつそのことに関してですね、メール来ております。スタンド名ネイビージェリーフィッシュ。オラオラジオ第1回目を聞いてから徐々にハマったものです。アニメは全て見て原作は第6部の途中から読み進めました。私はお茶目でやるときはビシッツと決めるジョセフが大好きです。
ラジオが始まってからおじいちゃんと孫対談が聞きたいと思っておりましたそうだね、おじいちゃんと孫だよ、お確かに。じいちゃんと孫対談っつったらなんか渋茶かなんか飲みながらお菓子が走んなきゃいけないような感じしますけどもねこの人ひどいんですよ。ゲストがじじいと聞きメールいい捨てだな、いい捨てだな。この人もだから丈太郎と一緒なんですよ。最初おじいちゃんって呼んでるのに、もう何時間後かにはじじいになっちゃう、じじいになっちゃってるっていう。それな距離が近くなったのか、それともなんかバカにし始めたのか、距離が近くなった。どっちかな。いや僕は尊敬してますよ。そうだな。ゲストがじじいと聞きメールを送らずにはいられないと思いメールをしました。どういう気持ちよこれ。某ラジオで杉田さんが雲翔さんにすごく臭い草屋をプレゼントしなくちゃと話しておりましたが、草屋はもらいましたかだってというメールをいただいております。はい。いや草屋ってのはね、はい。ある番組で、杉田と会った時に、はい。こんだけ俺を利用してるんだから利用って俺をこんだけネタにしてるんだから、俺を接待しろと。で分かりました、接待ぜひやらせてくださいって言うから、どういうところがよろしいですかって言うから、俺は臭いもんが好きなんだ、もう人が嫌がる鼻がひん曲がるような臭い料理が大好きだって例えばホルモン焼きとかそういうのがいいな。いいですね。あるいは草屋とか、もうとにかくもう鼻がこう曲がるような臭いやつが俺は大好きなんだって。それを言ったら分かりました、絶対にその企画私がとか全然似てない雲翔さんがやるとさすがにちょっと貫禄がちょっとヤクザのって言ってました。わかりましたあれですよね、雲翔さんお酒飲まれるんですもんね、すごい。まあちょこちょことそんな飲まないですけどね、まあ、付き合い程度に。なんかお話聞くとよく飲んでる感じが飲んでるんだけど、それ付き合い付き合いですか。行きませんかと言われると拒まない。拒まないあ、雲翔さんまだいっぱい来てます。何？こちらスタンド名、はい、ヨッタン。今回のゲストは私の一番大好きなキャラクタージョセフ役の石塚雲翔さんとのことで、来たっつと嬉しくなってメールさせていただいております。ジョジョの奇妙な冒険という作品は以前より存じておりましたが、内容までは詳しく存じておりませんでした。なんだか番長風の主人公がオラオラ叫ぶ作品さっきの人といなんなんだよいいけどそうだね、はい、一言で言えばそうですよ。はい番長風の人がオラオラ学生服だから、はい、という認識でしたけども、その程度の知識しかなかった私をどっぷりとジョジョの世界に引きずり込んだのは何を隠そうオラオラジオでした。ありがとう。もう最近だね。1回目の放送で緊張するとおっしゃいながらも、この作品に対する愛を熱く語る小野さん、アニメの進行上あまり多くを語れない中、作品の魅力を懸命にリスナーに伝えようとする情熱にオラオラされてしまいました。あんま大きな声出したくねえんだよと雲翔さんのモノマネをする姿も印象的でした誰の真似だってあんま大きな声出したくねえんだよその日からアニメ、ラジオ、コミック、アニメ、ラジオとアニメのエピソードを追い越さないように気をつけながらジョジョ漬けの日々を送っておりますということで、まさか本人の前でするとは思いませんでしたけれども、なんかね、ぼや行ってからまず入るらしいね。毎回そうですよ。毎回ね、なんか嫌だな。今日もそうだらしいね。朝からこんなナレーション嫌だな、もう俺なんで嫌だなって言うんだろうね。ダメだね。でも言いながらやってくれるのが本当にジョセフっぽいんですよ。だって一番好きな言葉が一番嫌いな言葉なんだと思います？真面目。惜しい。努力です。やっぱり、2番目が頑張るなんです。俺と同じだわ同じ全く似てるわ。嘘だよ。俺ね、努力するの嫌なんだよ。感覚で物を言いたいんだよでもこのラジオ始まる前に言ってた、俺感覚で喋るからね用意してるものなんて何一つないからって。それがいい。いやそれがベスト。いや、それが出たとこ勝負の人生を送ってるってことだねそうだ、僕ね、このラジオ今日来る前に一つだけ決めてたことあったんです、これ言ってほしいって。これ朝考えてきたの？はい。何これジョセフのセリフなんです。うっそ。昔の。俺も言いたかった俺ただのなんか俺を遊んでるだけかと思った。でしょ。こんな言ってたの？これ言ってんです。これハッピーウリッピーヨロビキュニ言いたかった。よかった。今そうなの？俺の夢も叶いました。そうなんだ。雲翔さんバージョンで聞いてみたいっていう。どっかで俺言いたいなこれ
イベントで言いましょうかじゃあ。メール来てます。スタンド名サニーデイズ。今回ジジイことまただよ。いいけどほさらみんな言ってるから、ジョセフ・ジョースター役石塚さんゲストに来てくれて、まさにハッピーウレピーヨロピクネ状態で浮かれておりますということで。知ってんじゃんやっぱ。知ってんですよ。知らないの俺だけじゃん。年長者らしく注意しながら、その直後「オーノー」とでっかい声で叫んでいて「お前が一番うるさいわ」と爆笑しました。まあジョセフはこんな風に叫ぶセリフも多いですが、雲翔さんは喉は大丈夫なのでしょうか、心配しておりますと。俺がねものすごく鍛えられたんだよねこの番組で、ね、なんかこれやったら、もう後の収録の番組別の番組で声の出がいいんですよね、逆にいいね。いやでもなんかこう言っていいかな。まあ後であれすればいいけど、ドラゴンボールのミスターサタンっていうのがありまして、それちょっとやってたんですよ。ますね。はい。これがねすごいね大きな声でね、でちょっとコメディが結構あるんでね、結構激しいこうセリフの言い方するわけなんですよね。でその時にすごい張ってやった時に喉痛いなと思って、でこのまんまじゃなんか喉潰れちゃうんじゃないかなと思った時に、ある方法を自分の中で見つけて、こうすれば張っても喉は痛くなんねえぞっていうのを見つけたんです。見つけたんです。何ですかそれ。いやいや全然あれなんですけどね、お腹から声出すっていう、まあ基本的なことなんですけど、ね、そうですね。一番絶対喉使わない。絶対喉使わないでお腹から喋って、お腹からガッと強い声を出しても、喉には一切負担をかけない、いつも楽ちんな感じにしてると、割とでっかい声出しても潰れることはないなっていうのが分かって、それでジョジョでもやってみたら、これが自分が思った通りに潰れないなと。すごいですね。今こうやってキャリアを重ねていらっしゃって、でも今そうやって気づいたことがあって、気づいたの。やってみたらこれが思いのほかうまくいって、爆発してますよね。そしてなんか抑えるところもなんかうまくなってきたなと思って、自分の芸がちょっと広くなったかなみたいな。だから割とねその方法を覚えてから、ジョセフ・ジョースターをいくらやっても私は絶対喉はやられないっていう自信を持つように。いくらテストで貼って本番で貼っても確かに枯れてるの見たことないです。枯れないんですよ。見てらっしゃる方は、大丈夫かと思われるかもしれないけど、めちゃくちゃ大丈夫です。大丈夫だよこの人は大丈夫だ。でも本当余談かもしれませんけど、エンヤバーが出てきた回で、ジャスティスのスタンドで操られてる、穴が開いたね人たちがこう寄ってくるじゃないですか。あれを回転しながら、オラオラで全部吹き飛ばすシーンがあって、あの辺りかな、雲翔さんにアドバイスもらって、ちょっと、言っちゃったけどね、申し訳ないなと思ったけど、いやでもねあれまんま今おっしゃってたことで、もう楽にお腹の方から楽に出すと痛めないよきっとって言ってもらったら、めちゃめちゃ楽になったんです。あれで若い人は頑張ろうという気持ちがどうしても出てきちゃうもんでね、に関しては特になんか、まあ頑張るんだけど喉とか口のあたりはダルクするっていうかそうなんですよね。俺だから硬くしてたから、ここ硬くするなって。これなんでかっていうと、僕ゴルフ好きなんだよね。ですね。でゴルフっていうのはね、面白いことにこう大事なこのグリーン周りかなんかで大事なところでここはちゃんとやんなきゃいけないと思う時って人間こう硬くなるじゃない。ちゃんとやんなきゃとか、ピンに狙ってきちんと打たなきゃみたいな感じで体が硬くなるんだけど、それやるとねろくな結果は生まれない。ここは寄せたいなと思った時は鼻歌歌うぐらいの気持ちでガーンってやってやると行くのよ。もう経験済みなんですね、だからここぞという時には
鼻歌歌うぐらいの気楽さでやると結果として非常にいい結果が出てくるのよ。すごい。だから僕はゴルフが何が好きかって、はい、結構ね芝居とね、リンクするところがあるんですよ。まさしくそうですね。なかなかいいこと言うよね。ありがとうございます。いいこと言うよね。これはもう自分の秘密兵器だったんだけどね、暴露しちゃったね。秘密。いやこれ聞いてる人みんな納得したと思いますよ。だからあんなでけえ声でだから適当に生きてんだあいつはって。みんなも取り入れてみてね。おささんまだあるの？じゃあこれラストメールね。スタンド名。この夏私はまだトウモロコシを食べていない。長いね。どんなスタンドで小野さん、石塚さん、こんにちは。じゃあ、22話アブドゥルがかっこよかったです。アブドゥルが最高にかっこよくてなかなかノリがよくって確かに人変わったみたいになってましたけれどもポルナレフと2人で小学生みたいなことをしているのもさることながら、個人的にはジジイが終盤に喋った時のあの顔の周りに出た軽くが一番ツボでした。これコミックスが今あるんですけれども出てますね。軽くってカタカナで書いてある。これがですね実は再現されていたまさしく雲翔さんなんですけどね、それが小野さん、石塚さんのお気に入りのシーンなどがあれば22話に限らず教えていただきたいです。最近ただのファンだと噂の石塚さんのお話、もうすでにファンになってきてるよってお話をこの中でしたんですけれどもそんな石塚さんのお話を特に聞かせていただきたいです。これからも金曜日の夜更かしはやめられそうにありませんと。メルシー僕だけでは感謝の気持ちが伝えられませんということでいただいております。雲翔さんどうですか、ここまでやってみて、今ハイプリエステスの話まで、潜水艦の話までやってみたんですけど、終盤ですよね。最初の僕ちょこっとあるんだけど、やっぱ夢の中に出てくるあいつですね、デス13。あれがやっぱり自分の中でもこれどうやってやっつければいいのかなってすごい考えそこ考えたんですね。そこ考えて寝ると出てくるわけだから、寝るわけにもでも起きると覚えてない。起きると覚えてないし、これどうやってやっつければいいんだろうなって思ったのがやっぱり一番そこ考えるんですね、戦法を、なんかこのラジオでも話してて、あいつがもしかしたら相当強いんじゃないかって、全編通して倒しようがないじゃんって。そうね、たまたまあれスタンド出したまま寝たから中入れられたんですけど、もしかしたら誰も倒せなかったんじゃないかかもね。強かった、そっから考えるんですね。そうなんかどうやって他は、なるほどなって思うんだけど、夢のデス13だけは難しいなって思いな、倒すのは難しいなと思いました。あの回は大谷さんとの雲翔さんの会話が僕すごい面白かった。もうデス13を台本だけ見た時に、これは大谷育ちゃんだなと思ったら本当にそうだったから。すごいですよね。なんでかっつったら、あの子は邪悪だからって言っちゃダメでしょそうじゃないでしょ。ぴったりじゃんって言ってたんですよね。ぴったりだよって言ったんだけど、やっぱかわいいけどかわいいだけじゃないわよみたいな、やっぱ芯の強いところがあの子だってやっぱあるからですよね。だからすごいなんかデス13ってそうだなと思ったら本当に来たから、あれ僕でも一番印象に残ってるのは、雲翔さんが第1話か第2話の収録の時に言ったこのスタンドっていうのは何なんだって話をしててあれかってポケットみたいなものが雲翔さん違いますっていう近いって言わなかった？近い行けっつって戦うのは確かに似てるんだけどそこ以外は違う。一回捕まえて使うとかそういうことじゃないし、進化するとかそういうことじゃない。進化するやつもねたまにいるんですけど、でもね精神力だしなあれっつってでもいや本当雲翔さんはこの現場においていろんな名言を残してるわけです。そういう風にして名言じゃないでしょ。よくわかんないから質問してるんでいやでもねハミットパープルっていういないです。ハミットパープルハミットとかそういうのいない
紫色のね紫色ねいないちょっといいばこういいばらいばらがついてるこうう感じでいたらね文章さんがいたら面白いけどね。こんなにふざけてくれると思わなかったあ、そうだ、文章さん、はい次のコーナーがそんなハーミットパープルを使うコーナーらしいんで、あー引き続きそのコーナーもよろしくお願いしわかりま。ますしたということで以上メールのコーナーでした。石津元素破壊力 B スピード C スタンドこう使う。アニメに登場したスタンドを一つピックアップして自分ならどんな使い方をしたいか、こちらを送ってもらい発表いたします。スタンドというのは生命エネルギーが作り出すパワーあるビジョン。はい、こういうことを言ってくれればわかるんだよな。そうですよね、うんそばに現れた生命エネルギーが作り出すパワーあるビジョン。モンスターボールから出てきたらそれはそろそろいいですか。いいですすげえ苦笑いしてるんですスタッフさんが。はい、そんなわけでですね、今回もちろんジョセフ・ジョースターのスタンドハーミットパープルの、紹介をしたいと思います。ハーミットパープルやった大好きなんですよね。やったね、はい、地味なスタンドだけどね。地味めですよね、他のと比べると。やっぱりまあ地味だよね。文章さんはそこをずっとイベントの時からずっと気にしてるんですよ。そうあそこすごい盛り上がってたそうですよ。どこがですか。イベントスタンド出して登場するっていうくだり。嘘、なんかシーンとしてたから失敗したと思っちゃって。そう後であれ言ったの俺だよなと思って、一もう番最初ね、もうこれからやらないとこうと思っちゃった。僕はね本当あの時思ったんです。いやめっちゃ盛り上がってたそうで、でもなかなかなんていうんだろうな、いっぱいあれ AJ だったアニメジャパンだったと思うんですけど、ステージっていろんな作品が他にもある中で、あそこのステージがジョジョのステージだったから、みんなその声出していいか分かんなかったっていう意見が結構多かったらしいんですよね。だからみんなあれ聞いてニヤニヤしてたらしい。本当客層知りゃよかったと思って。これがまたねジョセフなんですよ。後でこう言ってるけど結局大きい声出すっていう最高です。文章さん、文章さんだったら何使います、ハーミットパープル。ハーミットパープル燃射でしょ、燃射ってことはそれをこう見てこう見えてくるわけだから、このラインはフックラインなのかスライスラインなのかっていうのがやっぱあるからやっぱりハーミットパープルってやってスライスの下りボール1個2個ぐらいかスライスなっていうゴルフに使うそうです、長くなりそうなんでリスナーの方からもいただいてるので、読んでいきたいと思います。よかった。もうこのままゴルフの話しかしなきゃいい、長くなりそうでしたね。本当ね危ないところでした。危ない風、じゃあスタンド名、シェンニャンは砕けない。ジョセフには日本代表ゴールキーパーになってもらって日本をワールドカップ優勝に導いてほしいです。なるほど、どんなシュートもハーミットパープルで止めまくると。ハーミットパープルスーパーセーブ。すごいね試合になんないね。試合になんない0対0でずっと続いちゃうよ。ずるいですよこれ、ちなみに他のスタンドは、スタープラチナは審判です。どんな反則も見逃さない。確かに目いいですからね、すごい。ハイエロファントグリーンは、エメラルドスプラッシュでボールを自在に動かす。シルバーチャリボッツは7体になって数の上で有利。マジシャンズレッドは火の玉シュートを打つがボールがダメになってしまう。くだらないでしょ。マジシャンズレッドね、あれかっこいいよね。雲翔さんはマジシャンズレッドがお好みですか。あれいいよね。かっこいいと、燃えるようなあれね。あれまたでもあれすごい声出さないといけないですよきっと。パス続きましてスタンド名ホットペッパーグルメ。うちのジジイは旅行好きで何も言わずにそのジジイっていうのはこのジジイはホットペッパーグルメさんのジジイです。気にしすぎですよ旅行好きだそうです。おじいさんが何も言わずに1週間くらいいなくなることがしょっちゅうです。蒸発じゃないなので逆にジジイをハーミットパープルで燃射してジジイの無事を確認することに使いたいですぶったたいていちいち3万円もするカメラをぶっ壊さなくっちゃならんがな
面白い面白いですね。面白いあ、ジジイここにいるっつってハーミットパブルよかった無事。僕この間たまたまあれ代官山かな、ポラロイドのお店行ったんですね。ライカとかちょっとアンティークめのカメラを取り扱ってるお店行ったんですよ。高いんですよね。高いよね。びっくりしました、こんな高えの毎回ぶっ壊してんだと思って。これは瞬間的に出てくるやつだよね。カチャカチャカチャっと。この中でもアニメでもそうでしたよ。だんだん出てくる感ってちょっとドキドキしていいですよね、あれ。アナログ感。なるほどね。僕あれ好きなんですで、周りにこう鼻のこういうのがあったりするともっと可愛くていいよね。なんでデコっちゃうんですか。なんかさ普通に出てくるよりもなんかそういうのがお花があったりさ、で出てくるところにこうハートマークがあったりするとさなんかこう出てくると楽しみがあるじゃん。うわいいなみたいな。かわいいかわいいなみたいな。うんしょうさんそういう何言ってんすか。そういうのはハーミットパブルに付随してお花の柄がハートマークだなとか。本当うんしょうさん若いっすよね、感覚がね。もうじじい若い。どんどんいきます、スタンド名公務員。仕事柄道案内をすることが多いのですが、チュミミーン線でジョースターさんがやっていたようにハーミットパープルを使って灰をぶちまくって地面に書いた地図で一発で案内したいです。僕自身方向音痴なので助かるっつ。これいいよね。いいですよね。ぶっ叩いたら地図が出てはいどうぞってファックスしなくていいしファックスしなくてここだよって砂なんです消えると思うんですけれども。そううんね。しょうさんはどうですか、道は大丈夫ですか。あんまり迷いがち、僕迷わない。はなんか知らないけど道路はめっちゃ覚えるんですわ。ああそうなんですか、物は覚えないんだけど道路だけすごい覚えるんですわ。あとコースの情景も大体覚えちゃうんです。だからコースゴルフコースの長くなりますかね。そうですね。地理的なものってすごい覚えるんだよね。ただ人間とか顔とかなかなか覚えられないんだよね。名前とか。本当ゴルフの話になっちゃうんですけど、ゴルフだとすごい役に立ちますね。その役に立ちます。そういう記憶だけはなんかあるんだけど他はない。僕ね今ねジョジョファン的にちょっと思いついたんですけど、2部で実はハンマーみたいなのを持って、ハンマーに波紋とか流せるんですよ。だからもしかしてドライバーにも波紋を流せるのではないかと。めちゃめちゃいいドライバーだね。今度インパクトの瞬間言ってください。オーバードライブ。オーバードライブってオーバードライブ出してましたそうよね。だよね。3部でもオーバードライブって本当にそのものズバリだね。ゴルフであります。ドライバーで、ドライバー打った時に人よりか遠くへ飛んだ時オーバードライブって言うんだ。言うんです。あらちょいとあんたあらちょいとゴルフ場で叫んでる人がいたら雲翔さんだと思ってください。そうですよ。ファー以外でね。ファー以外でね。ファーじゃなくてファーじゃなくてオーバードライブ。うるせえ。じじいだな。まだ来てるんですって。これ読みますね、はい、スタンド名ゴーストバスターズ。まんまじゃんこれ。からのハーミットパープルを出してのオーバードライブで、毎日いびきのうるさいルームメイトに一撃を入れたいです。ジョゼフはジョータロウと違って波紋での一撃を乗せられるのがすごいですよね。ジョータロウも習得したらすごいのでしょうが、というメールをいただいております。油の塔を登らなきゃいけないからいびきが止まるどころか息の根を止めてしまうと思うのでこれはいやこれすごいな。でもなんだかんだでオーバードライブ言うてますけども、スタンドじゃないからね。これじゃあこれも読む。スタンド名アクトンベイビー育て中。だから4部だと。うちの2人目の赤ん坊はとにかくやんちゃで動き回ってじっとしていないので、ハーミットパープルで捕まえては元の位置に戻したいです。もちろんその度にハーミットパープルって言いたいです。女子も技の名前は叫んでみたいものなのですよ。今赤ん坊の口にちらっと牙みたいなものが見えたようなという。赤ん坊をあやすって、でもありましたね。おじいちゃんというかジョセフはすごい上手でしたね。処理中よベロ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 ってやってましたね。かわいい。いや本当にね、子供は可愛いと思っちゃうからダメなんだよね。やっぱ悪魔だと思った方がいいね。もう言うこと聞かんやろきっと。
はよねこらみたいなもう今雲翔さんの仕草が完全に波紋をオーバードライブしてる感じでしたけれども、でいや逆にビエーってなっちゃうしね。泣いちゃういや僕は子供いないけどね、甥っ子姪っ子がもうちっちゃい頃にね、遊びに来ると最初は楽しくてね面白いんだけど、しまいにはうるさいこらはめたパープルダメですハミとしちゃダメですいやでも本当これ面白いねいろんな使い方ありますけれども、はい、とにかく一番僕が印象に残ったのは、とにかく何でもどうあっても雲翔さんがゴルフに使いそうっていうところが印象に残りました。石塚雲翔射程距離うえい持続力あなたの奇妙な冒険。人生で一度はある奇妙なエピソードをこちらを紹介していきます。雲翔さん、奇妙な体験談ってあります？ちょっと怖かった。いや怖いっていうかね、小学校の時にね、自転車乗っててね、ほんで魚釣りよくやってる川があるんだけど、そこへチャリでビャーって行ったんですよ。当時私が小さい頃は道路はまだ舗装されてなくてですね、砂利道ですよね。でこうその川に差し掛かった頃に欄干がね低いんですよね、昔の橋の欄干ってな。でもイメージありますね。でなんかみんないるかなと思ってふわっとこう覗い川の方へこう覗いたわけですよね。そしたらなんかバランスがねうっとこう川の方にこう行っちゃったんですよね、ちっちゃいから。でおーっと思った時に下に川が流れていて岩がすごいたくさんあって、俺落ちるなと思った時にある力が来てふっと戻ったんですよ。何なんだろうなっていうか、あれもしかしてと思ったやつがこう戻ったんですよね。昔なんか後ろの百太郎とかなんかそういうのがあったんだけど、なんかいわゆる守護神っていうの、守護霊っていうの、守護霊、なんかそれがいたんじゃねえかな。で俺はねあそこでね終わりだったんじゃねえかなと思うんだよね。まだ生きなさいみたいなのがあったんかなっていう、その守護霊っていうのを俺信じるようになったの。で私の守護霊っていうのはなんか自分のじいさんじゃねえかなと思って、これはね本当にただのタイミングでヒュッとこうなっただけかもわかんないしね。かもしれないけれども、それをでもおじいさんのなんだろうな、見守ってくれてる力だって思えるのが多分力になってるんでしょうね、きっと。その1回だけだったけどね。ほうそれ言われると僕もありますもん。あるでしょ。おじいちゃん、力蔵っていうんですけど、大学をね見に行ったんです、一緒に。ここ通ってるんだよって言って、いいとこ通ってるなっつって、でもその時は実は声優になりたいっていうのを言ってなかったんですね。普通の大学だったんだ。普通いや日大の芸術学部なんで、どっちかっていうとそっちの芸術方面なんですけど、一言も言ってなくて、でも亡くなった後に、その写真をね、その写真を結構僕大事に持っていて、そのおじいさんの。でその時の僕の夢って、NHK の番組に出たら、高知なんで田舎なんだけど、僕の作品見れるっていうのを、だからもし出れるようになったらみんなにとかおじいちゃんやおばあちゃんに僕の出てるやつを見てほしいんだっていうのはおじいちゃんには言ってたんですね、実は。その時はあんま言ってなかった、親にも言ってなかったんですけど、そしたら本当に NHK の番組出れるようになったんですよね。現実になったんだ。そうなんですよ。だからそれがなんか亡くなられた少し後なんですけど、なんか見守ってくれてたのかなと思うんですよ。
その思いっとていうのがなんかん後押ししてくれたようなところが、気がしてるんですよね、あー自分の中では。まあだから奇妙というか、うんやっぱりなんかこう背中を押してくれる誰かがいるっていうことだよね。うわなんかでもちょっとそれってジョジョの作品の世界にもちょっとリンクしてるかもしれないですよね。繋いでいくんで血をあはははジョセフからジョータロ来たようにあーなるほどジョータロも次の世代にこうあそうか繋いでいくっていうのがあるんでなんでもわかるんだね。なんか俺なんかねその感じてしまいます全然違う話の方に行って大丈夫かなと思ったけど、つながるっていう、そんな風に感じてますうん僕は。まあ奇妙かどうかわかんないけど、あれ読みますなんかメールあるんだ。あメール、はい、すいません。忘れてもうちょっと夢中になっちゃった。では読みますね。スタンド名腐れ脳みそ。なんつうスタンド名だ。ジジイがいらしているということで一つ私のジジイの奇妙なエピソードを紹介させてください。この人もおじいちゃんのお話です。十数年前父親が海外で仕事をしていたために祖父母と同居していた時期に起きた出来事です。ある夜ど田舎の古い家に現れたゴキブリ、唯一の男手であるジジイをゴキブリ退治に出動させた無責任な私たち女勢は信じられない光景を目にしました。数分間の激しい格闘の後、筒状に丸めた新聞を右手に携え床を這うゴキブリの元に向かうジジイ、そろりそろりとゴキブリの背後に近づいて新聞をスーッと振りかざしたその直後、ジジイほわっ意外、それは左手素手の方右手に持ってたのにね私たちも驚きすぎて何も言えねえという状況に、何よりも驚いていたのはジジイに素手で潰されてしまったゴキブリでしょうが、当のジジイ本人は平然と手を洗いに洗面所に向かったのでした。これはど天然なジジイが計算してゴキブリを油断させるための戦略だったのか、それともど天然で間違えて左手を出してしまったのか、今となっては誰も知ることができませんが、とても奇妙な出来事でした。まだまだ続くジョースター一行の旅を楽しみにしております。素晴らしいのは、ふわーっていう気合をかけるじいさん素晴らしいものすごいな。はい、いやそんなわけでですよ、今回の奇妙な冒険のお話はですねジジイ尽くしでお送りさせていただきました。石出岩将精密動作せ成長せウェイ。丈太郎、お前の時計今何時だ1時間エンディングで1時間以上経っているだと。だから喋るんだ俺。こんなに喋ったの雲翔さんとだってね、はい1対1でこうやって喋ったのって本当だね多分初めてだから、あーこんなにたくさんそうだすねげえ僕は嬉しかったですよ。いやまさかね小野のおじいさんの話を聞けるとはね。まさかここで僕もすると思いませんでした。雲翔さんに当てたメールが、はいまだまだ山ほどあったそうなんです。本当にありがとうございます本当に。まあ本当、まあ悪口ばっかりだと思いますが。いやもうとんでもない。もしよかったらまたね来ていただいたらまたお話ししたいと思うんですけれども、さっき決めていただいた能力説明、はい、ちょっと紐解いていきますけど、はい破壊力が B、はいスピードが C、はい、これは破壊力すごいっていうのは何がすごいんですかこれは。どんな破壊力ですかこれ。もう弾をぶっ潰す破壊力ですね。ぶったたく時ですねぶったきっとね。くですね。はいつまりもしかしてスピードは何ですか。スピードはやっぱりヘッドスピードってやつですね。案の定ゴルフだこれは。射程距離まあ飛距離ってことですね。飛距離飛ばし屋なんですね基本ね。で持続力いいなんですか。
ないね。おお。ココース回ってる時18ホール終わったらもう何にもしたくないっていう、そう18ホールはかなり熱心にやるんだけど、終わったらはんへんへんはんへんって感じですね。いやでも相当18ホール回る時点で相当な持続力だと思うんですけれども、まあ自己評価ですからね、いい。そして精密動作性 D、全然ダメですね。これダメ、苦手。本当にもう俺は大雑把なやつだなって自分でいつも思いますね。いやーまあ確かにパクとかもかなりこうブワーってやってこぼれてる時とかありますけれども、あれがいいんですよ。まあ向こうが何かやってくれるから俺がやらなくても向こうがやってくれるだろうっつって精密性はございません。私はいいですか、まあ自己評価ですからねこれも。そして成長性がこれ A なんですね。なんだよ、まだまだ80切らなきゃね。80切らなきゃ。もしかしてスコアのゴルフの話だ。スコアの話だね。ゴルフも芝居もでもなんかさっきおっしゃってた通り、ここに来て発見するそうですね。40代の時にも1回発見したことがあって、それからまたそれから面白くなっちゃって一生懸命やるようになって、で今回またこれをジョジョでまた発見があって、またこれでなんかこう新たな世界に向かっていけるかなという感じがして嬉しくなっちゃいましたね。ですね。ジョジョの奇妙な冒険もですよ、まだ実は折り返しねですねぐらいなんで、僕も本当に5人と旅してるのがとっても嬉しくて、面白くて、特に4人がね、若い子たちがこの私をこう持ち上げてくれてるっていうか、本当にいい思いさせてくれてるんでね、毎週収録日はね楽しみにして行ってるんですけど、それが嬉しい。態度としてはいつも怠惰な感じでございますけど、本当は心の中では嬉しいということです。もしかしてハッピー？ハッピー、うれっぴー、よろぴくね。ありがとうございましたそんなわけで、今回のゲストは石塚雲翔さんでした、そして次回もゲストが来ます。歌教員典明役の平川大輔さんです。なんかね、次の回はレロレロレイディオにしますって言ってました。うわ大変だなレロレロは大変なんです、まあ楽しくやってください。雲翔さんもぜひまたゲスト来てください。お相手は空城城太郎役の小野大輔と、肉だけに憎いなジョセフ上佐役の石塚雲翔でした。やれやれだぜ。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りいたしました。